What's in my bag? 林美術館。おはようございます。今日はこの後ちょっと役所に行かないといけない用事があるので、そのままちょっと外にお出かけしてこようかなと思ってます。一つ気になってるのが、名古屋の美術館の方でレオナール・藤田さん、フランスで活躍した日本人の画家の方なんですけど、その方の展示をやってるっていうのを見つけたので、行けたら行ってみたいなと思ってます。で、ちょっと名古屋のカフェも少し開拓してお家に帰ってこようかなと思ってます。それではちょっとこの後はコーヒーを飲みながら少しだけ仕事をして身支度を整えてお出かけしようと思います。ちなみに今日のコーヒーは京都のスマートコーヒーのコーヒーです。すごくあっさりしてて飲みやすいので、お豆はお店で、ネットでも買えるのかな。コーヒー興味ある方は試してみてください。夫がすごくお気に入りのお豆です。今から外に出ようと思うんですが、その前に、ちょっと軽く What's in my bag をやってみようと思います。もう今日持ってく簡単なものをご紹介するだけなので、ちょっとまたしっかりね、動画1本作りたいなとは思ってるんですが、今日の持ち物ということでご紹介しようと思います。まずバッグは、原点のバッグを使ってます。これは母から譲り受けました。可愛いですよね。なんか作りもすごいしっかりしてるし、色合いもなんか使うたびにどんどん味が出てくる感じで、大きい荷物とかを入れる時とかカメラを持つ時とかは、結構このしっかり荷物が入るこのバッグをよく使います。今日は、役所に行って書類をもらう予定なので、クリアファイルを1枚入れていきます。永遠の憧れのオードリー・ヘップバーンのクリアファイルです。そして財布はちょっと男っぽいんですが、ハンティングのお財布を使ってます。これは父がくれたものなんですけど、でその後いろいろ長財布とか買ったりしたものもあったんですが、結局一旦ここに戻ってくる。なんか使いやすいんですよね。やっぱりいっぱい入るし、使い勝手がすごい良くて、なんて言うんだろう、手なじみもいいし、ちょっともう汚れてきちゃってるので新しいお財布を考えてはいるんですが、これが今の私のお財布です。そして欠かせないのがこのアンカーの、充電器
これすごく便利です。重いんですけどしっかり充電できるし、こんな風に充電残量が表示されるので、そういった意味でも使いやすくて愛用してます。でただここに、ついてるコードは、USB-C なので、私の携帯が USB-C ではないので別でコードも持って行っています。あと AirPods、 移動中とか電車乗ってる時とかに、よく音楽を聴いています。でこれは、見えるかな、これはキーリングなんですけど、ビョーカというブランドのキーリングで、私がフリーランスになって初めていただいたお金というか収入で買ったすごく思い出深いアイテムです。もうねちょっと色がくすんできているんですが、もともとはすごく鮮やかなゴールドでした。でもこのくすみ具合がなんかヴィンテージ感があるというか、自分の積み重ねてきた時間というか、このキーリングと過ごしてきた時間がなんかここに現れているようで、この経年変化もすごく気に入っているポイントの一つです。あと今持っているリップはニベアのこのリップとケイトのリップですね。どっちもリップクリームなんですけど、こっちの方がちょっとリップっぽい感じ、ルージュっぽい感じのつけ心地ですね。こっちも色はつきます。なんかしっとり唇がプルンと潤うので愛用してます。ケイトは、04番ですね。目薬、ちょっとドライアイ気味なので目薬は欠かせないです。マウスピースケースと、歯ブラシですね。もう矯正の金具は外れたんですけど、リテーナーをつけているので、外でカフェとか行く時にはリテーナーを外すので、マウスピースケースも持って歯磨きができるように歯ブラシも持ち合わせてます。歩きながら撮る時用に DJI の Osmo Pocket 2を持ってます。今販売している一番新しいやつの1個前のものなんですけど、歩く時の揺れが少なく撮れるので重宝してます。ただ、今新しく出てる Osmo Pocket 3に比べて画面が小さいんですよ。なので画面のタッチがしづらくって、ちょっと Osmo Pocket 3が欲しいなと思っている今日この頃ですが、一旦こちらを今のところ愛用しています。ハンカチ、これすごく可愛くないですか？ここにペリカンがいます。裏もね色違いのペリカンになるような形になっていて、森田さんという方の、作品というかデザインされたものになっていて、これ以外にもいろんな動物をモチーフにしたハンカチがあるんですけど、これは東京トリップで、買った思い出深いハンカチです。あとは櫛ですね。これは東南アジアの旅行のお土産でいただいたものになります。セダールがブランド名かな。ハンドクリームは、持ち歩き用はこのタンバリンズのものを使ってます。すっごく華やかな香りなので、毎回これを使うっていうよりは、ちょっと気分転換に、塗るぐらいがちょうどいい。もう本当に香水ハンドクリームっていうぐらいしっかり香ります。持ち歩いている日焼け止めはセンテラの日焼け止めを持ち歩いています。結構伸びが良くて馴染みやすいので、すごく塗りやすい日焼け止めです。以上が、私の今日の What's in my bag でした。あとカメラ、あと今撮っているカメラも持っていくんですけど、そんなに今日はちょっと荷物多くなく行こうと思ってます。
それでは今から出かけてきます。今家に帰り着きました。で、念願のと言いますか、先ほど藤田展を見てきました。画家であり、写真もすごくたくさん記録を撮っていた方で、あとは映像っていうのもやったり、本当に幅広い表現をされてた方なんですけど、それだけじゃなくって被写体としても自分を表現たくさんしていて、レオナール・藤田さん自身がすごく自分をプロデュースする、自分を他の人にどういう風に見せようかっていうところに手を抜かないというか、力を入れていたっていうところをすごく感じて、私自身もすごく、学ばせてもらうところがあったというか、というのは自分を他人にどう見てほしいかとかっていうのは、自分がどういうふうに自分を見せるかっていうところがすごく大きいんだなっていうふうに感じて、でそこに関しては本当に手を抜かないというか、言ってしまえば若干ナルシシズムなところもあってしかるべきで、もうその域にまで達してこそ自分が見てほしい自分、他人にこういう風に見られたい自分っていうのが表現できるのかなっていう風に思って、そこは今 SNS とかこういう風に YouTube で自分の暮らしとか自分の考えを発信している私にとってすごく学びになった点だなっていう風に思いました。こんな風に今回その美術展を楽しんできた感想をお伝えしてるんですけど、私自身アートを楽しむっていうことに関してこれまで若干のなんていうかな、ハードルみたいなものを感じてたんですね。アートになんか正しい楽しみ方があるんじゃないかというか、だからこそ
その正しい見方っていうのをしようと思って情報をインプットしようというふうに思ってしまって、いつもアート自体は好きなんですけど、そういう展覧会とか美術展っていうものはかなり頭が疲れちゃって、逆にその疲れたなーっていう印象の方が強かったりすることも多くて、なんかすごくもったいないなっていうふうに自分の中では思っていて、でもこれがアートというものなのかな、私がアートの熱量に圧倒されてしまって疲れているだけなのかなっていうふうに思ってたんですけど、でも今回の展示はすごく楽しめたんですね。でそれがなんでかっていうと、このちょっと暗いんですけど、末永由紀穂さんの13歳からのアート思考っていう、自分だけの答えが見つかる13歳からのアート思考っていう本を少し前に読んだんですけど、この本を読んだことで、アートというか、芸術とか何にしてもなんですけど、本当に楽しみ方とかは自由なんだっていう風に思わせてもらったというか、気づかせてもらったんですね。アートに対して抱いてしまっているハードルの高さとか、アートは高尚なものであるとかっていう遠慮というのかなっていうものをいい意味で打ち砕いてくれる内容になっていて、もっと気軽にアートって楽しめるものだよねっていう風に思わせてくれた本なんです。でこの本を読んだことで、今回の藤田さんの展覧会は私が見たいように楽しみたいように楽しむことができての感覚でアートを楽しむっていうことができたので、本当に今日の展示は疲れたよりも楽しかったっていう感想が残りました。もしね、私と同じようにその美術展とかアート展に対してちょっとハードルを感じてたりとか、なんか難しかったんだよなっていう風に感じてた方には、ぜひこの本を読んでもらいたいです。すごく充実の展示だったので、興味ある方はぜひ行ってみてください。
サバとキャベツのペペロンチーノ。おお。パチ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 うん。美味しい。これ難しいの作るの？いや簡単。すぐできた。なんかあんまり私たちって夜ご飯パスタ食べないよね。ないね。お昼って感じだったね、今まで。ランチってイメージ。ちょっと常識を覆して我が家の常識。我が家の常識を。夜パスタもいい。名古屋市美術館に行ってきました。レオナール・フジタっていう、フランスで活躍した日本人画家。画家以外にもいろいろやってるんだけど、がいて、その人の展示がね、やってたから、そこに行ってきました。どうでした？このパスタさ、結構塩加減が絶妙に好きなんだよ。わかる。多分サバの水煮が